冷蔵庫の中に賞味期限が切れた食材があったり、いつの間にか食材が腐っていたことはありませんか？新鮮な食材を3ヶ月後でも、まるで収穫したばかりのような状態で食べたいですよね。今回の動画では、冷蔵庫でもない、冷凍庫でもない、人類にとって第3の鮮度保持技術となるゼロコンについてご紹介します。この技術の革新性と、その開発背景にある日本古来の英知、そして食産業全体を変革する可能性。さらに、この技術がどのようにしてあなたの日常の食生活を豊かにし、日本企業がどのように関わっているのか、詳細にお伝えします。当チャンネルでは、このような最新の技術や注目企業をわかりやすく解説しています。最新の技術に興味がある方や、情報収集の機会を逃したくない方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。まずは、ゼロコが開発された、その開発背景から見ていきましょう。ゼロコ株式会社の代表取締役社長である楠本修二郎氏は、日本にカフェ文化を根付かせた立役者として知られています。ワイヤードカフェをはじめとする80店舗を展開するカフェカンパニーの創業者でもあり、長年にわたり食産業の最前線で活動してきました。ゼロコの開発のきっかけとなったのは、2011年3月11日に発生した東日本大震災でした。この未曾有の災害を機に、楠本氏はオイシックス、大地の代表である高島博兵士と共に、東の食の会を設立しました。食産業を牽引するヒーローを輩出することを目的として、記載した東北地方の食関連業界を支援する活動を開始したのです。この支援活動を通じて、楠本氏は東北地方の農家や漁師から雪の中で野菜を保管する雪下野菜という伝統的な保存文化について深く学ぶことになります。雪下野菜とは、秋時期に収穫予定の人参、大根、キャベツなどの野菜を収穫せずに、そのまま雪の中に寝かせることで春先まで野菜を保存しておく、雪国に古くから伝わる生活の知恵です。この雪下野菜の原理を科学的に分析すると、極めて合理的なメカニズムが見えてきます。雪国は外気温がマイナス10度になることも珍しくない極寒の環境ですが、雪が野菜を外気から守り、さらに適度に湿度が 90% 以上の環境を作り出します。この環境下では、野菜は細胞が凍結することを防ぐため、自己防衛本能が働いて、主成分であるでんぷんを糖に変化させます。糖は約マイナス10度まで凍結しないため、でんぷんから糖化した野菜は凍らずに生存できるのです。それだけではありません。でんぷんから糖への変化により、野菜本来の甘みが増すことも分かっています。でんぷんが分解されると、水飴の主成分でもあるマルトースという甘み成分に変化するため、雪下野菜は通常の野菜よりも甘く、美味しくなるのです。ご飯をよく噛むと、唾液の消化酵素ででんぷんが分解されて糖になり、甘みが出てくるのと同じ原理なんですよ。楠本氏は、この日本古来の英知に着目し、現代のテクノロジーを駆使して人工的に同様の環境を再現できないかと考えました。そこで開発されたのが、低温、高湿の保管環境を実現する革新的な鮮度保持技術、ゼロコなのです。ゼロコは、これまでの鮮度保持技術の常識を根本から覆す、世界初となる第3の保存技術です。従来の食品保存は、温度管理に着目した冷蔵技術と冷凍技術の2つが主流でした。一般的な冷蔵庫は庫内温度を約4度に設定し、冷凍庫は庫内温度をマイナス18度以下に保つことで食品の保存を行います。しかし、ゼロコは全く異なるアプローチを採用しました。ゼロコの技術は、庫内の温度を0度、湿度を 100% 弱という凍らないギリギリの環境を安定的に生み出すことに成功しました。この低温、
高質の保管環境により、庫内に保存する食品の温度を使用に至るまで均一に0度に保つことができます。この技術は従来技術の課題だった旨味や栄養の入ったドリップの流出を防ぐことができるのです。従来技術では細胞内で発生した氷の結晶により細胞膜が割れることでドリップが流出することがあります。一方、ゼロ個の冷却技術は氷の結晶の発生を抑制できるため、解凍時の品質劣化を防ぐことができます。また、高湿度という環境により、脱水による乾燥や酸化が原因とされている冷凍焼けを防ぎ、新鮮なまま保持することが可能になります。低温、高湿度の環境では結露が発生し、カビや凍結の原因にならないかと疑問が湧く方もいるのではないでしょうか。その点についても問題ありません。ゼロ個では独自技術により結露の発生や細菌の繁殖を抑制しており、理想的な保存環境を実現しています。さて、ゼロ個で食材を保存する場合、どの程度の期間保存はできるのでしょうか。実は、イチゴは3ヶ月、桃は2ヶ月、メロンは3ヶ月、のどぐろは2週間、ウニは3週間、バラは4ヶ月の長期保存を実現しています。さらに、梨については約1年間の鮮度保持が可能とされています。例えば、アボカドを冷蔵庫で9日間保存したものと、ゼロ個で62日間保存したものを比較したらどうなるでしょうか。この比較では、ゼロ個で保存したアボカドの方が、鮮度が良いという驚きの結果となり、ほのかに甘みも感じられるという効果も得られています。他にも、じゃがいものメイクインで30日間の冷蔵庫保存と142日間のゼロ個保存では、ゼロ個保存の方が旨味を強く感じられるそうです。驚異的な保存期間を実現するゼロ個ですが、エネルギー効率の面でも他の技術に劣りません。ゼロ個で食品を冷却した後、乾満冷凍を行えば、急速冷凍と比べて約8分の1のエネルギーで冷凍食品を大量に生産可能です。また、ゼロ個は3坪、5坪、10坪の広さを用意しており、従来の急速冷凍設備と比較してスペースが広くなっています。一度に冷却可能な食品が多く、作業効率に優れるほか、必要な電力が約 88% 少ないという調査結果も出ています。ゼロ個の技術により、これまで冷凍が困難とされていた様々な食品の長期保存が可能となるのです。日本の関連企業。ロート製薬株式会社。証券コード4527。ロート製薬株式会社は、目薬や海洋薬で広く知られている総合製薬会社です。同社は2024年7月23日にゼロ個株式会社と資金調達及び食産業戦略パートナーシップ体制の構築に合意しました。この提携は同社の経営ビジョンであるコネクトフォーウェルビーイングの実現に向けた戦略的な取り組みの一環です。同社が推進する薬に頼りすぎない製薬会社というコンセプトに基づき、健康の根本である食の分野にも積極的に参入しているのです。一次産業から食を見直す取り組みや、生産から食品加工、流通販売までを一貫して行う第6次産業化、さらにはレストラン事業まで展開しています。同社は長年培ってきたエビデンスに基づいた研究開発力を活用し、ゼロ個技術による栄養素保持メカニズムの解明や、健康機能性食品の開発への応用を検討しています。同社の健康、ウェルビーイング関連事業は年間約 15% の成長率があり、業界平均の 8% を大幅に上回る成長を続けています。ゼロ個技術との連携により、この成長をさらに加速させることが期待されています。セイノーホールディングス株式会社、証券コード9716。セイノーホールディングス株式会社は、運輸物流大手の持ち株会社で、セイノー運輸グループの中核として知られる企業です。同社は、
2025年1月にゼロコ株式会社と資本業務提携を締結しました。この提携は株式会社 NKB、株式会社グルナビとともに実施された食産業戦略パートナーシップ体制の一環として行われています。同社は全国に約400の営業所を持つ巨大な物流ネットワークを構築しており、この基礎インフラをゼロコ技術と組み合わせることで、革新的な食品物流システムの構築を目指しています。また、同社は海外展開にも積極的で、アジア圏を中心に物流ネットワークを拡大しています。ゼロコ技術と組み合わせることで、日本の高品質な食材を海外に長期間かけて輸送する新たなビジネスモデルの構築も視野に入れています。物流業界の専門知識と全国ネットワークを持つ同社との提携により、ゼロコの技術を活用した新たな物流システムの構築が期待されています。株式会社グルナビ、証券コード2440。株式会社グルナビは、飲食店等の情報提供サービスや、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供を主力事業とする飲食店情報サービス企業です。2025年1月に、セイノーホールディングス、NKB とともに、ゼロコ株式会社と資本業務提携を締結しました。同社の参画は、ゼロコ技術の飲食業界への展開という重要な意味を持っています。同社の調査によると、飲食店の食材廃棄率は平均約 15% に達しており、これは年間約3兆円の経済損失に相当します。一般的な小売業の廃棄率が 5% 程度であることを考えると、飲食業界の食品ロス問題の深刻さがわかります。さらに、日本の食文化を海外に正確に伝える新たなビジネスモデルの構築も期待されています。日本料理の特徴である季節感を海外でも再現するために、旬の食材をゼロコ技術で保存し、海外の日本料理店に供給するサービスなどが検討されています。ゼロコ技術との連携により、飲食店向けサービスの付加価値をさらに向上させることが期待されています。いかがでしたか？ゼロコ株式会社の開発した第3の鮮度保持技術ゼロコは、日本古来の知恵から生まれた革新的なテクノロジーとして、世界の食産業に新たな可能性をもたらしています。温度0度、湿度 100% 弱という絶妙な環境制御により、これまで不可能とされていた長期鮮度保持を実現しました。食材本来の美味しさを保ちながら、時には通常保存よりも美味しくなるという驚異的な効果を発揮しています。実は海外展開も着実に進んでいます。2025年には千葉県産の梨をドバイへ冬季輸出することに成功し、約半年間の保存を経ても高品質を維持した日本産果物が中東市場で高い評価を受けました。国内においても各分野のリーディング企業との戦略的パートナーシップにより、多角的な視点からゼロコ技術の社会実装が加速しています。この提携により、研究開発力の強化、全国規模での物流システム構築、飲食店での実用化という技術の普及に必要な基盤が整いつつあります。2050年までに世界人口が97億人に達すると予測される中、食料安全保障とサステナビリティの両立は人類共通の課題となりました。ゼロコの技術は、この地球規模の課題に対する日本初のソリューションとして、世界中から注目を集めています。皆さんは、この革新的な技術がもたらす食の未来について、どのような可能性があると思いますか？そして、日本の伝統的な知恵から生まれたゼロコが、世界の食料問題解決にどれほど貢献できると思いますか？今後もゼロコの発展と普及に注目していきましょう。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほど、と思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。